皆さんこんにちは、アンリです。今日は KDDI などが人と自然に会話できる音声 AI を電話の問い合わせ窓口、つまりコールセンターに導入する事業で手を組み、来年度から電話の相手が AI になる時代が本格的に始まるというニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。まず本日の結論を3つ先にお伝えします。1つ目は KDDI などが人と自然に会話できる音声 AI をコールセンターに導入する事業で手を組んだという出来事です。2つ目はこの音声 AI が決まった台本を読むだけの自動音声ではなく、人と自然に会話しながら要件を聞き取るという点です。3つ目はこれにより待たされる、たらい回しにされるという電話の不満が大きく減り、皆さんの会社の電話対応や働き方も変わっていくという見通しです。本編は4つの章でお話しします。1つ目の章で今回の協業の中身を、2つ目の章で電話対応がどう変わるのかという意味を、3つ目の章でなぜ皆さんサラリーマンの仕事に直接聞くのかを、4つ目の章で明日からの上司報告と部下対一の具体的なセリフを順にお伝えします。それでは1つ目の章に入ります。結論からお伝えします。 KDDI とコールセンターを運営するアルティウスリンク、そして音声 AI を手掛けるレチョの3社が人と自然に会話できる音声 AI のコールセンター事業で協業すると発表しました。なぜこれが画期的なのか、理由は3つあります。順番にお話しします。理由の1つ目は大手通信会社の KDDI が本気でこの事業に乗り出したという点です。多くの人が毎日使う通信会社が音声 AI を広めることで電話の問い合わせのやり方が一気に変わっていきます。理由の2つ目は来年度、つまり2026年度の上半期というはっきりした時期に提供を始める予定だという点です。遠い未来の構想ではなく、来年にはもう使われ始める、すぐ目の前の話だということです。理由の3つ目は、まず KDDI グループの金融会社で実際に試してから徐々に広げていくという慎重な進め方をしている点です。本人確認やお金が関わる難しい問い合わせで試すことで信頼できる形に仕上げてから世の中に広げようとしています。少しイメージしやすいよう身近な例で考えてみましょう。皆さんが何かの問い合わせで電話をかけ、長い時間待たされた経験を思い出してみてください。これまではまず番号を押させる自動音声に従い、やっと人につながっても担当が違うとまた別の窓口に回されていました。これからは最初から人のように話を聞く音声 AI が要件を受け止め、必要な時だけ人の担当者につなぐという形に近づいていきます。ここで一つ目の章の結論を再確認します。今回の協業は大手通信会社の本気の参入、来年度というはっきりした時期、金融での慎重な実証という3つの点で電話対応を変える大きな一歩です。来年度の前半から始まり、電話の相手が AI になる時代が現実になりつつあります。これは特別な技術の話ではなく、皆さんの会社の問い合わせ対応や働き方に直接つながる動きです。続いて2つ目の章に入ります。結論からお伝えします。この音声 AI の大事な点は、まず一時対応、つまり最初の受け答えを AI が担い、AI では難しい想定外のケースだけを人の担当者に引き継ぐという役割分担にあります。なぜこの役割分担が皆さんにとって学びが大きいのか、理由は3つです。理由の1つ目は、よくある簡単な問い合わせは AI がすぐに答えるため、お客様が待たされる時間が大きく減るという点です。理由の2つ目は、AI が要件を聞き取った上で適切な担当に引き継ぐため、たらい回しが減るという点です。理由の3つ目は、人の担当者はAI では手に負えない難しい相談だけに集中できるようになるという点です。身近な例で考えてみましょう。皆さんの会社でも電話やメールの問い合わせ対応に担当者が一日中追われている場面を想像してみてください。
これまでは簡単な質問も複雑な相談も全て人が一つずつ裁くしかありませんでした。今回のお手本では簡単な対応は AI に任せ、人は本当に難しい相談だけに力を注ぐという形に切り替えています。皆さんの会社でも人と AI で仕事を分け合えば対応の質も働く人の余裕も上がるという道筋がここに見えています。ここで2つ目の章の結論を再確認します。この音声 AI の仕組みは待ち時間を減らすこと、たらい回しを減らすこと、人を難しい相談に集中させることというお客様にも働く人にも良いお手本です。皆さんの会社でも人と AI の役割分担をどう作るかという判断を半年から1年以内に意識する必要があります。続いて3つ目の章に入ります。結論からお伝えします。このニュースが皆さんサラリーマンの仕事に直接聞く理由は、一時対応を AI に任せる流れが電話に限らず皆さんの部署のあらゆる問い合わせ対応に必ず広がってくるからです。理由は3つです。1つ目は大手が音声 AI を始めたことで、皆さんの会社の経営陣もうちの問い合わせ対応も AI に任せられないかを必ず考え始めるという方針上の理由です。2つ目は皆さんの会社の経営陣が役員会議で人手が足りない窓口を AI で補えないかを必ず議題に挙げるというプレッシャーが半年以内に降りてくるという上司構造上の理由です。3つ目は皆さんの部署にもどの問い合わせを AI に任せ、どこを人が担うのかを考えてほしいという宿題がいずれ必ず回ってくるという現場構造上の理由です。例えば皆さんの部署が取引先や社内からの問い合わせ対応に追われている場面を想像してみてください。これから先の会議で大手は電話を AI に任せ始めた、うちの問い合わせも AI にできないかという質問が上司から直接飛んでくる可能性が高いという状況です。皆さんはこの問いに今のうちから答えの方向性を用意しておく必要があります。答えの中身はどの問い合わせを AI に任せ、どこを人が担い、誰が最後に責任を持つのかという人と AI の役割分担の地図です。ここで3つ目の章の結論を再確認します。一時対応を AI に任せる流れは皆さんの会社の経営陣からの問いとなり、いずれ皆さんの部署にも人と AI の役割分担という宿題が回ってきます。うちのチームの役割分担の地図を皆さんが先に書けるかどうかがこれからの管理職評価の分かれ目になります。続いて4つ目の章に入ります。結論からお伝えします。管理職である皆さんが明日からやるべきことは、上司への先回り報告と部下との1対1での役割分担の話し合いの2つです。この2つを今週中にやっておけば、これから先のしゃあない議論で皆さんが部署を引っ張る側に立てます。なぜ明日が大事なのか、理由は3つあります。1つ目は上司もすでに新聞やテレビでこの音声 AI の話題を目にしており、頭の中でうちはどうするを考え始めているというスピード上の理由です。2つ目は部下もスマートフォンの通知でこのニュースを見て、自分の電話対応の仕事は AI に置き換えられるのかと不安を抱え始めており、3つ目は世の中の関心が一気に高まる今のうちに動かないと後手に回るという対応構造上の理由です。それでは明日の朝上司にどう報告するか、具体的なセリフを一つお渡しします。こうです。 KDDI などが人と自然に会話できる音声 AI をコールセンターに導入する事業で手を組み、来年度から提供を始めると発表しました。一時対応を AI が担い、難しいケースだけ人が引き継ぐ仕組みです。当部署でもどの問い合わせを AI に任せられるかを整理する検討を今月から一つ始めたいと思います。ここまで言えれば皆さんは立派な部門方針の前履きをしたことになり、上司から考えているなという評価を必ず得られます。
続いて部下との1対1での切り出し方をお伝えします。こうです。電話の問い合わせ対応を人と自然に会話できる音声 AI が担う時代が近づいているそうだ。うちの部署でも問い合わせ対応のうちどれを将来 AI に任せられるかを来月から一緒に整理してみたい。これは君の仕事を取り上げる話ではなく、君にはより難しく付加価値の高い相談に力を注いでもらうための準備だ。半年後の人事評価ではこの役割分担の検討への貢献を必ず加点する。ここまで言えれば部下の不安を取り除きつつ、皆さんの部署が組織の中で一歩前に出る一番大事な使い方になります。本日の動画のまとめです。1つ目、KDDI などが人と自然に会話できる音声 AI をコールセンターに導入する事業で手を組みました。2つ目、一時対応を AI が担い、難しいケースだけ人が引き継ぐことで待たされるたらい回しという不満が減ります。3つ目、皆さんの会社にもいずれ問い合わせ対応をどう AI に任せるのかという問いが必ず降りてきますので、明日の朝の上司報告と部下1対1の2つのセリフを準備しておきましょう。この3点を社内で先に言えれば、皆さんは管理職として一歩前に出られます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で